ちちちか何やでほらぐわはい、こんにちは。じゃあ三本塾あきです。マックスです、はい。マックスは今年初めての撮影です。初めてですお久しぶりです。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう2018年になってもう1ヶ月以上経ってしまいまして、2月3日はですね、節分でございます。節分知ってますか？節分っていうのは、実は1年に4回あるんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。知らなかった。そうで、節分っていう意味は、季節が変わる時っていう意味なんですよ。なるほど。だから季節を分けると書いて節分です。でそう実は1年に4回あるんだけど、その中でその春になる時、今だったら2月3日なんですけど、その春になる時だけ、最近では節分と言います。なので今回はちょっとその節分の紹介をしてみようかなと思います。で節分に何をするかっていうのは結構知ってる人もいると思うんですけど、まず一つは、何する？一番有名なのはあれ豆のやつでしょ？そうですね、豆まき。これ豆をまく。そう、豆まきって言って豆を、まくってそうまくというかね、投げるってことですよね。投げるよ。豆を投げる。気合戦みたいに。そうそうでなんで豆を投げるかっていうと、節分の時、季節が変わる時には、悪いものが、鬼が入ってきやすいと、そうなんです。そういう話があって、だからこの鬼があって、これをこうやってねつけたりして、この鬼に豆を投げるわけです。でもう一つが恵方巻きですね。恵方巻き、節分の日に恵方巻きっていうお寿司を作って食べる、お祝いをすると、その後願いが叶うとか、そういいことがあるとかっていう風に言われているので、その恵方巻き、お寿司を食べるっていうのをやります。恵方巻きって決まった食べ方があるって聞いたんですけど。あります。それはじゃあどういうこと？作った後でやりましょうか。楽しみに。ということで今日は恵方巻きを作ってみようと思います。アメリカ出身のマックスはですね、作るの初めてですということで、はい、マックスに作ってもらおうかなと。で恵方巻きの中身は、何でも別にいいんですけど、その具材がね7種類だと縁起がいい。7ですか？そう、7種類だといいことがあるみたいな話があるので、今日は7種類用意しました。用意できましたね。やってる材料から言うと、皆さんもよくご存知なきゅうりですね。1つ目きゅうりと2つ目見たことあるかもしれないけど、しそは普通葉っぱの形をするそうですね、ハーブみたいなやつですね。しそで3つ目は卵焼きですね。普通の卵焼きです。何も変わりのない卵焼きですね。多分ここでさっきマックスが作った映像がバンって出てくる。卵焼き。ででーん、完成。でツナ、マグロそうですね。ですね。今日はツナにしました。あとはこれは知ってるかな。あとはごまですね。ごまいりごま使います。おお。であと2つ
なんだけど、2つですね。あと2つはね結構知らない人がいるかもしれない。まずこれ、なんでしょう。これ見てもわかんないかな。これ何ですか？私も初めて見嘘た。いや、なんだろう。これはね、かんぴょうって言います。かんぴょう。かんぴょう。かんぴょう。かんぴょかんぴょうって何か知ってる？う。じゃあ、かんぴょうってね、夕顔っていう植物の、湯顔。実ですね。スイカみたいな。その夕顔の実を醤油とかで味付けして作りました。お寿司屋さんに行くとあるんですけど、かんぴょうですね。で、あともう一つは最後これ知ってる？桜の何か、桜エビ。違う。なんだろう。これでんぶっていう全部。ピンクの粉なんですけど、これもお寿司で使われる甘そやつで、そう、これね、日本人はう。みんな知ってるんだけど、でもこれが何か結構知らないと思うんですよ。なんだろう。そう、これ実はね、これね、魚で作った粉。なんだろう、甘いです。甘いのか。これもお寿司に入れると綺麗になるので、なるほど。使います。お寿司なので、あとは海苔とご飯ですね。はい。そうですね。これで作ってみましょ巻いていきたいと思います。はい。で、今日はですね、アクシデントでですね、ご飯が少ししかないので一発勝負です。はい、そうですね。失敗したら終わりです。では巻いていきましょう。ドキドキ。私も全くの素人が作ってみます。初めてね。期待しない方が得策だと思いますよ。一発勝負ですから、一発勝負だ。頑張りましょう。じゃあまずはですね、はい、海苔を開けて、はい、置きましょう。海苔を置きます。はい。そしたら、はい、ご飯をスプーンで敷くらしいんです。そうですね、薄く手を使うことなく、薄く。そうですね、薄く全体的に。なんか海苔が破れそう。優しくお願いします。じゃあ具材を、はい、真ん中。そうね、そう。で、あんまりいっぱい入れると負けなくなるので、それがきゅうりのそうね一番失敗しちゃいそうなね段階ですね。じゃあ一列ずつ。きゅうり1列。はい、きゅうり、卵1列。卵1列ですね。はい。ちょっといいね。しそ1列。節分の紹介じゃなくてマックスの挑戦腕試しでしょ。そう、挑戦企画みたいになってる。腕試しになったみたい。はい、1列。これはかんぴょうですね。かんぴょう。じゃあかんぴょうの上に、マグロ、ツナを塗るんですね。そうね、ごまは適当に。行き過ぎはちょっと。はい、最後ですね。それだけで食べるとあんまり匂い美味しくないけど、と味がね、ちょっとね、ピンク。そうね。いいんじゃない？さあ、巻く。よいしょ。いいんじゃないか。で、これからギュッと。そうだね。で、いや、戻して、そうで、その残りの海苔をそのまま巻く。そうでもう一回巻いてキュッキュッて。もう一回巻いて。巻きすを下の。下の。そう。それで最後こう形を整える。ゴールの寸前にしくじってですね、こう。そうだね。それでギュッと形を整えるぐらいで。巻きすぎやでそれ。いやいいですよ。さあ、できてるかな。じゃじゃーん。いいんじゃない？意外と
できたじゃないですか。いいんじゃない？負けてる？言いづらいけど、でもいいと思う。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？いいかもしれない。はい、完成。完成イエーイ。いや、すごい、本当に初めてにしてはすごく上手だと思う。素晴らしいと思う。でね、あれですよね、食べ方があるんですよね。食べ方ですね。食べ方あるん特ですよ。別な食べ方ですね。そう、恵方巻きフォークとはナイフとか。違う。ああ、違うんだ。違います。あそう、恵方巻きは食べ方があって、まず一つは、はい。その年のいい方角方角ですね。そう方角。っていうのがあって、毎年違うんだけど、その方角を見て食べるっていうのが一つ。はい。でもう一つは切らない。切らないんですよ。そう、このままあ切らないで食べる。3つ目、3つ目は食べてる時あ。願い事を思う。ああ、なるほどね。そうで、最後4つ目、食べ終わるまではい喋っちゃダメ。っていう一応ねルールがあります。で、そのいい方角を向いて願い事を考えながらこう切らず。そう、切らずにで黙って食べると、その願いが叶うとか、その後いいことがあるっていう風な話があるので、はいそういうルールが一応あります。なるほどね。なので、じゃあちょっとマックスにじゃあそのままガブッと。今年のいい方向をそうですね、教えてください。今年のいい方向ね、忘れた。忘れたね。調べよう。今年はね、南南東です。南南東。南南東なので、ちょっと南南 iPhone のコンパスで現代1個ですね。そうだね。ちょうどここら辺でね。ちょうどこっちですね。ラッキー。ラッキー。ここら辺。そうだね。ガブッと食べてもらいます。はい。はい。願い事を考え願い事してながら。はい。これからは喋っちゃダメですね。ダメですね。はい。美味しいですか？美味しいですか？本当は全部黙って食べるんですけど、今日は1本しかないので切ってみました。どうですか？マックスどうですか？美味しい。美味しい？美味しい。よかった。イエイ。いただきます。イエイ。青。ラブ。美味しい。恵方巻きっぽい。皆さんもこれから願い事を考えて恵方巻きを作ってみませんか？そうですね。ぜひ挑戦してみてください。ではまた次回。